消防士 TV、 今回は佐賀県防災航空隊の方に来ております。宮崎さん、お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、宮崎さんは木頭地区消防本部の大先輩でして、今は防災航空隊、今何年目になさったですかね。3年目になります。3年目ということで、今日は宮崎さんの方に案内をしていただきたいと思います。まずこの後ろにかっこいい機体がありますけども、この勝ち時と書いてありますけど、由来とか聞いても大丈夫ですか。佐賀県の鳥である勝ちガラスが郷土に奇跡をもたらすをいいとこ取りして勝ち時。そういうことですね。勝ち時っていうワードもあるけど、そこに一つ一つに意味があるということでございます。すごいですね。あとこれですよね、なんといっても。そうなんですよね。このローマ字と数字っていうのはどういった意味なんですか。はい、この JA というのは日本の機体番号全部ついてるんですけど、でいちごさんが佐賀の名産いちごさんっていういちごの品種にレディ女の子の L を入れていちごさん L となってます。そうなんですよ。皆さん知ってましたか。この機会にぜひ買ってほしいですよね。ありがとうございます。この機体って何人乗れるんですか。これは定員では11人、11人も乗れるんですか。ですけど、いろいろカメラとか中に道具を載せているので、実質前の席に2人で後ろの席に7人乗れて7人で、足でマックスでも9人ぐらいですね、乗れても。あ、でもそんなに乗れるんですね。なんか見た感じもっと少ないのかなと思います。わかりました。中早速見てもいいですか。行きましょうか。ありがとうございます。じゃあ向こうから。おお、すごっ。なんか向こうと全然違いますね。上にこのホイストの機械がありますね。お、よくご存知で。ちょっとはい、消防を感じてた。おお、明日どうぞ。はい、お願いします。よいしょ。どうでしょうか。おお、なんか本当あれですね。この下の方はもう何にもなくてっていうか、ちょっと柔らかい感じの素材になってますね。いつも待機している状態が救助仕様。救助に行く時の仕様で、やっぱり人が乗る道具を乗せる必要があるので、結構広めにスペースを取れるようにしてます。はい。なんかいっぱいモニターがありますけど。ありますね。どういった用途なんですか。こちらがだいたいヘリテレ。この下についてるカメラですね。黒いやつですね。これで撮った映像をここで見ることもできるし、ここにホイストカメラってついてるんですけど、ホイストで撮ったこれか、カメラをここにも映すことができて、この辺で切り替えて見ることができるモニターですね。じゃあもう現場の状況とか、今の救助隊としてのここの活動とかを見れるってことですか。そうです。ここで見れる。これがヘリテレで、こちらがヘリテレの操作パネルです。ここでヘリテレを映像を送ったり、どこどこにチャンネルを切り替えて送り直したりとかできるタッチパネル式の操作。場所によってチャンネルが違うから、ここで変えるプラスどこかに送れるってことですか。撮ったのを。そう佐賀だったら県庁の方に送る、もしくは八幡岳にも中継局があって、そこを経由してまた県庁に送るとかいう、そういう中継局の切り替えとか。じゃあ県庁にいながら現場の映像を見れるってことですか。そう。それすごいですね。知らなかった。消防本部でも見れます。消防本部見れるです。見れるそうです。すみません。私、消防本部いましたけど知らなかった。各司令課の方にいつも流してますんで。司令センターの方でじゃあ見れるってことですね。それは知らなかった。私がいる時から見れました。それ。すみませんでした。無知の知でございます。あとそのヘリテレのアンテナがあるんですけど、そのアンテナの上げ下ろしも操作もここでできる。じゃあここがコントロールで、ここはモニターって感じですね。でこちらがカメラ自体の操作。カメラもじゃあ右左左右とか上下左右動かせることができる。そうです。ズームしたり。そうです。よく見る映像ですね。ニュース映像とかでも。水害の時とか寄ったりとか、火災で寄ったりとか。結構アップして見ることができる件がいいと思います。こちらもなんかモニターがありますね。こちらが車で行ったらナビ。こちらに目標
座標とかを事務室で受けたパソコンから送ってもらって、そこにこうナビが出てきて、それをもとにパイロットさんが出動したりする感じだね。そういうことですね。そうだからもう現場にもう座標緯度経度でここってなって、次右に曲がります。空やけん左に曲がり、すいません。空やけんまっすぐですね。まっすぐ行きます。線が一個ピヨンってなっとるんですかね。そうでそこにずっとこう時々あれですか、もしかしたらもやとかあったらは迂回したり、迂回したり。電源入れとってもらえばよかったね。そこ外部電源すれば全部出てくる。あ、そうなんですか。ちょっと入れてもらおう見か。たいっすね。どうすんなら外部電源といって外の電源からこっちに電源を供給して中のモニターを見させていただけるということです。とてつもない数のスイッチがありますね。これだけのすご、これもう全部英語じゃないですか、この隊員さんたちってみんな英語喋れるんですか？もちろんなんです。I can't でもなんかやり取り結構英語あれ、無線のとことか。それパイロットはね、パイロットさんが英語なんですね。が管制の人とするときに、なんかそういうのを見たことあったので。これがだからヘリテレの映像。映像です。今まさにじゃあここ映っているのがそこのカメラで捉えた映像なんですね。うわこれで結構ー、なんか見たことある子。うわー、すごっ。マックスですね。あれちょっとめちゃくちゃ遠いっすよあれ。嘘やろ。あれでしょ。そうあそこカメラ多分もう見えないぐらいのレベルなんですけど、鉄塔を今撮ってますね。すごい。災害現場だから、その遠くから山火事とか水難とか見るためにこれでなってるんですね。で山火事の時に残火処理のサーモンもそうなんですか。 PIC ですね、熱画像直視装置もついている。じゃあこの辺はまあモニター関係ナビ関係があるわけですね。後ろ面たくさんこの資機材があるんですけど、こちらってどんな資機材なんですか？こちらが通常の救急車の中と大体同じような装備が揃ってます。患者さんのモニター関係と吸引器、こちらにいろいろ応急処置のできる包帯とかあの辺があります。一通りここでもやっぱ応急処置をされるんですね。そうですね。例えばスクープストレッチャーも乗ってるんですね。スクープストレッチャーは山とかで救助してきた人を病院に引き継ぐとか、ひどく動かせない時にこれを使ってストレッチャーまで出すとか。で普段はあまり使う機会は少ないんですけど、救助の時はまた別のストレッチャーがあるんですかね。だからこれは救助し終わった人を病院に移す時に主に使うということですね。そういうことですね。救急の資機材もあると。こちら辺は何ですか？こちらが普段地上に降りる隊員が持っていく時の資機材になります。こちらがうちに救急救命士が必ず下に降りる隊員の中で1人いるんですけど、その方が大体からう救急のバッグ、こちらも酸素マスクとか包帯とか一式入っています。だからこれもまあ救急の資機材の一部なんですね。だからもう救急がこっちに全部まとめて。でこれ印象的なのがやっぱこれですよね。このカラビナとこのスリングでリーシュコード代わりになってるわけですよね。これって全部の資機材こうなってるんですかね、もしかして。そうです。必ず固爆して、もし風が吹いてきて落ちそうになっても必ず落下しないような処置を取ってる状態ですね。しっかり固爆措置がされていると。こっちがまたなんかすごいこの SAR って書いてある。こういう要救助者の方を吊るバッグ出てきました。いろんなハーネスが。で子供用のハーネス。でこちらがユードロープ。ユードロープですね。じゃあこれはそれぞれなんていう名前なんですか？これ。こちらがペリカンバッグ。ペリカンバッグ。大体子供用の救助ハーネス。こちらがエバックハーネス。こちらがエバックハーネス。これは ETC。子供やったら縦横寝てても大丈夫。大体ここ寝かせて救助するタイプ。こちら座ってもらって救助するタイプ。でこっちがユードロープ。ユードロープ。じゃあ R1 の方がこれを背負って降りるんですか？R2 が大体こっち。R1 がこっち。R1 の方がまず応急処置セットを持って救命士が降りる。一緒に大体降りるかな。ダブルで。こう一緒に一つのフックに2人が R1、R2 で救助バッグと救急バッグを持って下に降りる。でそれぞれ処置の方と爆着の方の頭を使いながら活動するって感じですか？R2 がその現場のマネージメントでここどこのポイントでホイストするとか
で活動時間10分で無線を送ったりとか上との調整をする。でこっちは大体傷病者怪我をしてる人の対応、お互い役割分担してする感じ。そういうことですそうそうそうね。結構明確になってるっていうところがポイントですよね。うんうん、少ない人数で効率よく。でだから R2 の方は R1 の方とちょっとコミュニケーション取りながら、こういう容態だからこのハーネスで行こうみたいな、うんうんうん、そういう感じで判断されるわけですかね。その通りです。後からこの訓練を見させていただけるってことですけど、こういうのを使用するんですか？そうですね。ということでございますので、後から動画がありますので、そちらでちょっと使い方の方を見てください。でこれが誘導ロープですね。はい。120メーター。120もあるんですか120メーター。そんなあるように見えない。あ、ね、ミリ数が少ないんですか？そうそう、6ミリ。6ミリですね。の誘導ロープを作ってます。そうですよね。このバッグで120ということはかなり、うわ、本当だ。誘導ロープってどういった時に使うんですか？要求者を上げるときにダウンウォッシュとかでこうくるくる回る可能性があるけん、ダウンウォッシュによる回転を制御するためのやつとか、上げるときに木を避ける時用につけとって下で引っ張って、それが終わったらまあカットしてもらうとか、その辺のやりようです。これをハーネスにつけるわけですね。 R1 につける。これ R1 につける。 R1 の腰につける。自分につけるんですね。これと R1 一緒に上がるから R1 につけてグーで引っ張られながらご存知で。なんかちょっと勝負をかじってたんですでこれなんか触っていいですか？どう初めて見ました。これだから誘導ロープ専用のロープそうってことですよね。上に上がる力と下で引っ張っとく力でこう摩擦が強くて、もうこれがないともうやけどするぐらい。そうですよね。これちょっとつけてもいいですか？こう、そう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 、こうですか？手袋の上からつけるやつ。手袋の上からか。そうそうそう。こういうことですね。うわでもここにもうこの摩擦の跡がありますね。この現場を感じさせる。こういうことですよね。そうそう。そしてバッグを自分の元に寄せとって、はいずーっと引っ張られていく感じ。おお、こういうことか。でここで擦れた跡がこれですね。あ、元消防士さん。ちょっとあちょっとかじってました。ちちょっとなんか防災ヘリの隊員さんにちょっと慣れた気がします。すごー。この結びも特徴的で、すぐほどけるようにシュッてこうね一発で引けるような結びです。それはどういった時に取るんですか？これはもうヘリに入る直前に必ず切る。カラビナーはつけっぱなしで。でこっちの方が落とした方が危なくないけんが。そうそうそう。そういうことか。今めちゃくちゃかっこよかったっすね。それ何結びって言うんですか？これは早時早結び。早時早結び。まあ名前は分からんけど。結ぶ。回してでこれを引っ張るとで要はじゃあもうこっちのロープが誘導引っ張るロープですね。うん、でじゃあ中にもうつきましたよって言ったら R1 がそれを引っ張る。 R1 が引っ張る、で張ったらストッと握るやつ。おお、結構テンションかけてもその都県圏がちょうどこれはすごい。こういう結びもありますよっていう。早い。そしてすごー。これが誘導ロープのやり方なんですね。今日一でございます。お、いただきました。でもやっぱヘリって時間に余裕がないので一回一回カラビナを外すとか、もちろん上からカラビナをつけたものを投下するとかなり危ないので、こういったものが考案されているってことですね。ヘリだけじゃなくて普通に一般の救助隊消防隊でもどっかの場面でも使える可能性はありますよね。こういうのね、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、初めて知りました。この緑は酸素バッグ。こっちは救急系なんだ。そうそう。CPR セットさん、アンビューとか入ってるやつ。救急救命士の特定行為メインのセット。じゃあ特定行為のセットもこの中に全部入ってるんですか？そう。相関とか相関とか薬静脈の剤。角度。そう。よくご存知で。ちょっと消防かじってたんです。なんかやるんですかこのやつ。だからちょっと重症じゃないですけど、そういう時にこれはプラスで持っていくって感じなんですかね。じゃあ緑のバッグはちょっと重症系なんです。そうです。薬剤とか、本当だ、薬剤。必要な時は2つバッグを持っていく。普段の一般救急救助事故とかであれば、まあ、このセットけど、
CPA 疑いの時はあっちにあるクローバーとこれそれぞれしか持っていかない。これは持っていかない。逆に持っていかんとですね。この黒のバッグなんですか。これがラッピングストレッチャー。ラッピングするちゃ。昔レスキューストレッチャーって言ったやつですあーか。全くあれと同じやつ。ちょっとこう包み込むような感じですかね。そう少し滑らせて救助もできるやつ。下にちょっとプラスチックの板が入っとって、だから山岳とかでも結構使うってことですかね。使う。結構高エネルギー解消であればあそこにあるバックボードと一緒に持って行ってバックボードごとこれで包んであげるとか。そういうことですね。そう少数精鋭というか、道具を乗せれば乗せるほど機体への重さがあるのでシンプルですね。RS っつって頭を手をお願いします。頭手、はい。でこのままで、を握ってください。はい、握りました。はい。であと締め付けて、はい上がります。早いやつです。なんていう名前ですか。レスキュースリング。レスキュースリング。通常 RS。こうフックをもうカットせずに速攻使えて速攻上がるぐらいの。そういうことか。水害とか取り残された人とか流されそうな人まさしくそうとか、そういう方にホイストカットをせずにかぶせてこれを引いてあげる。技量いりますよね。ちょっと水上とかでバーってなってる時にガガガガっていく。いかに早くいかに効率よく。うわすごい。佐賀独自の仕様らしくて。そうなんですか。通常のよりもこう肉厚で。そういうのが違うんですね。またね。色彩が各航空隊でやっぱり違うみたいに作ってる仕様が。ちょっとこの辺りめちゃくちゃこうかっこいい道具がありますけど、これがヘッドセットっていうやつで、ヘッドセット。ヘリで飛行してる時すごい音で会話ができないぐらいうるさいので、これを耳につけて失礼してもらって、でマイクを近づけて、自分の声が聞こえます。私のこれでお互いやり取りする。聞こえる？聞こえます。これだいぶ当てんと声を拾いきらん。そうです。ここを当てたら聞こえるし、こうしたら聞こえない。これ聞こえない。普段からこれでやり取りをする感じです。めちゃくちゃすごい音なんで、これでしかも会話できないってことですよね。そうヘリの音で。普段私たちはヘルメットでつけてるヘッドセットでするんですけど、これは要救助者の方とか関係者用のヘッドセット。そういうことですね。自分のヘルメットのヘッドセットをここにカチャンってして隊員さん同士がやり取りするってことですね。無線機に付け替えれば無線機でも喋れる。ヘリの中であればここでプレストークボタンでして地上に降りた後 R が無線で連絡するときにそっちで喋るみたいな。そういうことか。うわでも本当にいずれにしてもやっぱ音がすごいのでコミュニケーションがですね、こういうヘッドセットを使うか、ヘッドセットを使う手間がないときは手で信号とかするんですかね。それも多分後から見せていただけると思うんですけど、あとこの辺なんかこう短いスリングみたいなのがありますけど、これがクイックドロー。クイックドロー。消防隊の方、地上の消防隊の方をホイストでピックアップしたり投入したりするときに使うスリングです。通常はフルボディハーネスを着てきてもらうので、それにこれを取り付けて自分たちと一緒に降りる。そういうことですね。それ専用、ほぼそれ専用。でもホイストフックと消防隊のハーネスって感じですね。そうです。例えば宮崎さんたちがじゃあ今から離陸しますって言った時にどこでこの自己確保、これなんだ。これが各ポジションで大体つけるところが決まってて、機内安全員の方がこっちでプルコードで調整をする感じで、オペがそこ2つ、オペだけは両腰右左でつけてオペ操作がする時に踏ん張りやすくするための2つで、 R1 がこっちですね。で R2 はこっちってことはオペっていうのが隊長さんになるんですか。活動指揮者がオペの時もあし S の時もシフトで変わってくる件が一概にどっちが隊長っていうのはちょっと言えない。下に降りない2人みたいな感じですか。がオペと S の方がここで R1、R2 でもう決まってるわけですね。自分で自己覚悟を取るところで、それぞれ現場に行ったらホイストをつけてこの自覚をカットして降りる。そういうことでございますね。で余りがありますので、あとは要救助者の方につけたりで、道具を下ろす時に固爆する時につけたりとか。だからもう絶対どこかに確保を取りながら、次のところにつけたら次をカットするというふうにしないと、このヘリの中から下に物が落ちたらとんでもないことになるんですよね。
でこれは最近入れたiPad、LINEWORKS とかの入ってて、で情報を取ったり。そこでだから消防本部とか地上隊と防災ヘリが全員で連絡取れるみたいなことですかね。そう。ここでだから災害現場の写真とかも共有できたりするんあ、ですか。そう。あとヤマップとか、そのアプリを入れて登山道の確認をこれでしたりとか、確かに便利な世の中ですね。そうなんですね。これ何ですか。なんか初めて見ました。ホイストワイヤーを出した時にもう巻き上げとか操作ができなくなった時に泣く泣く切る、ワイヤーを切るようなハサミ、ワイヤーを切る、切っちゃうんですか。切っちゃう。もうヘリが墜落するぐらいならばこうケーブルを切る選択肢の時にどうしても時に使うやつ。ケーブルが邪魔になって次の動きができない時にやむなくカットする。もう最終手段の時。へえ、それは知らなかった。これが手動式でホイスト装置を使うペンダント。はい。あれには火薬式でバーンって切る。ペンダントでこれですか。あ、それ。Rise for Cable Cut って書いてあります。これを押したらケーブルがパーンとカットされるという今までもちろん佐賀県防災ヘリはないと思いますけど、国内でこれ使った事例とかあるんですか。いやー、わからないですね。おじは聞いたことないけど、多分そこまではしない。どうにか他の方法で対応すると思う。長い歴史で、海外とかいろんなことでこういうのが必要な場面が多分あったんでしょうね。もしかしたら。というかこの宮崎さん、はい。なんかこれ私思ったんですけど、前ちょっと乗らせていただいた時よりか乗り心地といいますか柔らかい感じがするんですけど、これなんか変わりました。気づきました。いやなんか本当なんか柔らかいなと思って。今年の夏前ぐらいにちょっと長時間乗ってたらもう腰が痛くて、どうにかしようとみんなで考えた結果、下にホームセンターで買ってきた低反発のマットを引いて少しでも乗り心地を良くしようとして今引いてます。やっぱそうですよ。なんかこれ全然違いますよね。これだけでもこの全然違うミッションに集中できると言いますか。自分たちもですけど、やっぱり要救助者の方も少しでも楽してもらおうと思ってこういう感じやね作ってます。中に椅子とかはもちろんないので、硬かったら多分こういう感じで座ってたりされると思うんですけど、かなりきついですよね。ずっと長時間乗っておくのはですね。これって結構もうスタンダードというか、佐賀県防災ヘリ以外もされてるんですか。福岡市さんはされてるみたいなんですが、他の県は聞けてないですね。もしこの消防士 TV をご覧になった防災ヘリの隊員さん、硬いのでお困りであれば佐賀県防災ヘリの方に、宮崎さんの方に連絡を取ってもらったらいい反発マットを教えていただけるかもしれませんのででもいいですよね。ちょっとしたことですけど。もう全然違うけどね。あとですね、これ皆さんこのフックみたいなのとこのライトみたいなのがあるんです。これはどういった用途で使われるんですか。このフックは要救助者、消防車の方が輸液をしていた時にその輸液をかけるようにあるみたいですね。そういうことか。はい、でそれでちょっと余りのフックを活用して、夕暮れ時機内で活動する時にちょっと暗い時にこうライトを照らせるように、明るさを取れるようにちょっとライトを今取ってます。これはなんか防災ヘリ用のライトなんですか。これはもう一般の某キャンプメーカーの。暗い時でも運行されるんですか。そうですね。基本自分たちが活動できるのはここのセンターに日没までに帰ってこれる時間まで。日没までに。普段私たち2時間分の燃料を積んで出動するんですけど、逆算して下手したらもう2時間活動できないかもしれない。1時間でもできないかもしれないですけど、それを逆算して出動する。日没っていうのは公表されているちゃんとした何時何分日没って決まってるじゃないですか。あれですか。そうです。結構時間厳守と言いますか。後でホワイトボードを見てもらったらそれを計算するところがあるけんが、それをぜひ見てもらったら。その日没に間に合うためにはもう現場を何時何分までには戻る。引き継ぎして離陸してここまで何分かかるけんがっていうのをずっと逆算でする感じ。それってちょっと答えにくいかもしれませんけど、あと3分あれば要救助者を助けれるかもしれないっていう現場があった場合はどうするんですか。その時はもう基本は引き返す勇気を持つことも大事だなと思うけど、その時の活動式の判断かなと。できれば助けたい。そうですね。防災ヘリは日の出から日没までが運行時間になりますので、これを見てくださっている方で、例えば山の事故で夜滑落事故とか遭難になりましたってなった時にヘリは来れないということですよね。それを分かってほしいですね。そしたらどんな備えが必要なのかなというのは登山家の方であったりとか、海に
行かれる方とかいうのは分かっていただけたらいいかなと思います。ありがとうございます。はい、というわけで今機内の資機材とかをたくさん見させていただいたんですけど、ちょっと話前後しますけど、この防災ヘリって何製の機体なんですか？川樹とエアバスが共同で作られた BK117D2 っていう型の機体になります。川重っていうのは川崎重工っていうことですか？そう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 。とエアバスっていうのはその海外のヘリコプターの会社で、この D2 という型のヘリはこの佐賀県防災航空隊にしかなくて、で今新しいモデルが D3 とかできているんですけども、こちらはまたメインローターの数が違ったり、離陸できる重量が変わってきたりで性能が違いはあるんですけど。ありがとうございます。私もその詳しいことは全然わからないんですけど、わかる方がいたらコメント欄で教えてください。はい、実際この、令和6年どのくらいのこの出動件数があるんですか？令和6年は全部で38件出動してまして、うち22件が他県佐賀県以外のところに出動した件数になります。意外と県外からの応援要請が多くて、そちらの対応のが意外と今のところ多いですね。そういうことですね。38件1年間出ていて、一番この多い事案っていうのはどんな事案なんですか？やっぱり山岳救助が多いですね。山岳救助ですね。私も木頭地区にいましたけども、氷河岳とですね黒神山、この2つが結構やっぱ救助事故があって、防災ヘリの方に本当に何度お世話になったことかというぐらいのことでありました。でも防災ヘリの方がですねホイッストしてくれると、もうそこからの救助時間がもう本当、もう下手したら本当半日ぐらいのレベルで違ってくるので、もう地上隊としては本当感謝しかないっていうぐらいのレベルなんですけど、この山岳事故が結構多いということなんですけども、こう気をつけるポイントとかいうのはありますでしょうか？まず登山をするときに皆さん余裕を持った登山計画を立ててほしいなと思います。それは時間もルートも自分の体力を含めてですね、あと自分が山を登るとき必ず家族とか知り合いの方に自分の行き先を教えてもらっておけば、その方伝いで何かあったときにこう要請がすぐ来たりするので、覚えておいていただけたらなと思います。しかしそれでもやっぱ事故が起きてしまうというのが仕方がないことではあると思います。もしこの事故が発生してしまった時はどのような対応を取ったらいいですかね？はい、まず道迷いの場合ですね、まず一旦落ち着いていただいて、スマホでアプリを活用して地図を見直したり、自分の現在の位置を確認して、でどういった状況なのか、どういった対応したらいいのか考えてもらう。もしそれでもどうしようもない時には119番をしてもらって、自分の位置を消防本部消防署に連絡してもらって救助をそこで待つという選択肢もありますので、その時一旦落ち着いてもらった方が一番ベストかと思います。わかりました。なので登山される方はもちろん緯度経度の読み方とか分かると思いますけど、今から登山を始める人とかやってみたいなっていう人は緯度経度の見方とかですね、消防から聞かれることがあると思うので、緯度経度分かりますか、そしたらその時にはそういうのをお答えいただくと宮崎さんたちが迅速に来てくれると。万が一滑落をしてしまったりとか、足首をひねってしまったとか、出血が止まらないとかですね、そういった時はどうしたらいいですかね？はい、必ず救助が必要になりますので、すぐ119番通報して救助を要請してください。応急処置ができるようであれば処置をして救助を待ってもらうというのが大事です。ここの防災センターには電話かけないってことですよね、一般の住民さんは。そうですね、うちは県内の本部からの要請でしか出動はできませんので、まずは119番して近くの消防本部消防署に連絡をして救助を待ってください。間違ってもですね、この防災航空センターの方に直接電話をかけて要請をしたりとか、そういうことがないようによろしくお願いします。私たち佐賀県防災航空隊は普段から県民の皆さん、地域住民の皆さんのために訓練を積んでここで備えております。何かありましたら迷わずヘリが出動してきますのでよろしくお願いします。インスタもフォロー待ってます。インスタもされているということで、はい、概要欄の方に、貼っておきますので。では宮崎さん、今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後全然最後出てこなかったな。